皆さん、こんにちは。脳梗塞リハビリセンターの福田です。本日は亜脱臼についてお話をしていきたいと思います。今回はトレーニングをご紹介するっていうよりかは、亜脱臼ってどういう状態なんだろうっていうのをご説明していく回にしたいと思います。また別の動画でも亜脱臼に対しての練習っていうのもご紹介していこうと思いますので、ご期待ください。亜脱臼っていうのは文字通り脱臼しかかってる状態っていうのを亜脱臼という形で呼んでおります。よく脳卒中の後遺症で言うと、肩に起こりやすいですね。で、肩っていうところなんですけれども、ちょうど上腕骨と、肩甲骨と、で、あとは肋骨とかね、この辺のエリアのところで起こるんですけれども、臨床でよくあるのは、少し下にね、下がる方だったり、前に出る方だったりという形で、いくつかズレのパターンとかはあるんですけれども、実際これってどういう状況なんだろうっていうところを少しご説明していきます。我々が体を動かす時っていうのは筋肉使うのは当たり前ですよね。手を上げようって思った時には肩の筋肉とかも使いますし、安定させるためにお腹の筋肉も使います。で、動かす時にはもちろん筋肉使うんですけど、もう一個動いてない時にも筋肉を使ってるっていう事実があります。例えば今私これ座ってますけれども、特に何も意識しなくても座れてますよね。例えばこれ筋肉の力を意図的に抜くという風に体がね崩れてしまいますと。その亜脱臼っていう状況ってどういうことなんだろうというと、別にこの亜脱臼しないように常に力入れてよって我々って意識せずに普通に肩関節として成立してますよね。つまりは動いてない時、姿勢を保つための筋肉の活動っていうところが足りない状態になってくると、そういう亜脱臼の起きるということだとご理解いただければ結構です。で、その亜脱臼起こりやすい状況ってどういうことなんだろうっていうところで、病気の時期ですね、急性期、回復期、生活期ってあるんですけれども、それらによっても少し異なってきます。例えば急性期の場合ですと、全身の力が入りづらい状態で、変な表現です。タコみたいにちょっと力が入らないデロデロの状態です。この時っていうのは非常に関節がルーズな状態ですので出ることもありますと。で、それからしばらく時間が経ってくると、脳の停電してた状態が戻ってきまして、筋肉のトーン、筋肉の働きが戻ってきます。で、戻ってくるといくつかの筋肉が働き出して、そのデローンとなってたところが少し安定して、例えばまず座れるようになったり、立ったりできるようになったりという形で、重力に対して逆らえるような体の姿勢の取り方っていうのができてくる状態ですね。初めのデローンとした状態で関節緩いのはわかるけれども、こうやって高まってきた後にそれでも緩い状態ってどういうことなんだろうっていう話です。これはですね、専門用語で言うとボディスキーマ、身体図式と呼ばれることがあるんですけど、これ何なのかというと、人が動く時には必ず自分の体がどうなっているか分かってないといけないということです。例えば手を上げようと思った時に、この状態から手を上げる時と、この状態から手を上げる時と、この状態から手を上げる時ってみんな位置が違うので、すなわちやることって異なってきますよね。使う筋肉も変わってきます。自分の体がどうなってるんだろうって分かっていないと、適切な運動ってなかなかやりづらいんですね。で、この話を亜脱臼に戻しますと、亜脱臼の方で多いのは自分の体の状態で、特に今回の場合肩周りがよく脳の中で処理しきれてない状態っていうところが一つ可能性としてあります。ですので介入方法というところで、いろんな紹介またしていくんですけれども、自分の体の一部っていう認識を持てたり、どうなってるかっていうことを自分の体で把握できている状態を目指すっていうことが亜脱臼を介入していく時の一つのポイントになります。本日はちょっと短い形でしたけれども、亜脱臼ってどういうことなんだろう、で、例えばリハビリしていくためにはどういうような方向性があるんだろうっていうようなご紹介少しだけしました。今後また亜脱臼に対しての自主トレーニングって例えばこういうのがあるよっていうのもご紹介いたしますので、ぜひこちらもご覧になっていただけたらと思います。本日の内容で何かご質問などありましたら、下のコメント欄にご書きいただければ幸いです。本日もご視聴いただきありがとうございました。